はい、どうも。はい、ガードマンです。土曜日なんですけど、全然ありましたね、仕事が。今日はガードマンではなく CD を紹介したいと思います。 CD っていうかバンドを紹介したいと思います。ゲロゲリ油ダコって話をしてきたんですけど、今日はこちらです。アフリランポです。アフリランポっていうのはもう何年前なの？これ16年前のアルバムになるんですね。その見た目が超かっこいいですよね。で、女の子、今もうお母さんになってる人もどっちかなってるんですけど、どっちもかな。アフリランポっていうバンドです。2005年に発売されました。アフリランポのウルサ・イン・ジャパンというアルバムになります。で、油ダコとか、ハードコアとかパンクに近いのかなっていう感じなんですけど、独特の音楽、独特の格好で演奏する、なんかちょっと民族っぽい格好だったり演奏だったりっていうのをするんですね。なんか民族っぽいとしか言いようがないですけど。で、見たことあるんですよ、アフリランポ。ライブ見に行ったことがあって、それもだいぶ昔ですね。もう20年ぐらい前の話ですけど、仙台の地下ライブのステージにアフリランポが来るっていう情報を聞きつけて、友達と見に行きましたね。で、なんかこの頃ってだいたい2000年前後ぐらい、2000年2000何年、2001年2年3年4年5年ぐらいのバンドで、なんか関西のバンドにハマってまして、油だこじゃない、間違えた。おしりペンペンズ、ズイノシン、アフリランポっていうこの頃にこう出てきたバンドっていうのが、ボアダムスの孫だか子孫って言われてる、関西ゼロ世代っていう大阪系のバンドで行かれた人たちがこう何組かありまして、その中の一組がアフリランポなんですね。で、ピカとオニっていう、ドラムとギターになるのかなの2人組のユニットになるんですけど、むちゃくちゃ激しくてかっこいいんですね。もう叫びながらバーバーみたいな、ドドドドドっていう曲があるんですけど、このアルバムにも入ってるんですけど、ドドドドドと、あとアフリランポのアフリランポ、ちょっと待ってくださいよとか、あかんこのまま返さないとか、もう関西弁ガチ出しって感じなんですけど、これはとにかくかっこいいんですよね。激しくてめちゃくちゃかっこいいです。で、一時期なんかネットの円盤だっけかな、なんかの結構ちっちゃいサイトでアフリランポの下着が売ってて売れてましたね。上下セット、使用済みの、あれブルセラみたいな感じでいいのかどうかわかんないですけど、ちなみにそのサイトではおしりペンペンズのモタコさんのケツに挟んだ CD っていう、多分本当にケツに挟んだだけの CD も売ってて、なかなか面白かったですけど、あの頃が面白かったですね。なんか円盤っていう不思議な、通販もやってたんですけど、不思議な CD とかをいっぱい売ってるところがあって、中学時代にハマって見てたんですけど、で、アフリランポはなんで買ったんだっけかな。多分普通に、HMV かなんかで買ったと思うんですけど、見た目がかっこよかったっていうので買って、で、案の定聴いてもかっこよくて、特にやっぱドドドドドは本当に好きで、ただドド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 っつってドーって連発してるだけなんですけど、めっちゃ激しくて、最初ゆっくり始まるんですけど、それがドドドドドっつってどんどん速くなってっていうのがもうすごいかっこよくて、ハマって聴いてって感じで、
それでライブも見に行ったんですけど、やっぱり鳥を飾ってまして、でむちゃくちゃかっこよかったですね。やっぱり最前列で見たんですけど、やっぱカリスマ性がすごかったですね。なんか他のバンドもかっこよかったんですけど、やっぱ群を抜いてもう前のバンド全部忘れるぐらいかっこよくて、すげえと思って、しかも結構可愛いんですよね。ただなんかもう男でも勝てないぐらいのすごい勢いでやっててかっこいいなって思いましたね。でライブの最後にドラムのピカがドラム叩くスティックが本当に太鼓の棒の先に白い白いふわふわの玉みたいなのついてて、それでほんとどんどこ叩いて、でライブの最後に最後だっけかな、最後に客席にそれをバーンってぶん投げてはけてくんですけど、そのスティック2本をバーって客席に投げて終わって、そのままはけて、でアンコールとかなくそのまま終わったんですけど、飛んでったスティックを多分拾ったお客さんがこうポンって戻してたんですね、ステージに。で最前列で俺とその友達が2人でこうもらっていいんじゃねって言って持って帰って、で1本ずつ分けて、であれどこ行ったんだろうな、家に置いてたと思うんだけどあるんですよね。ピカの使ったスティック、もう今思えばすごい思い出ですね。うるさいんジャパンはかなりおすすめですね。かっこいいし、あと聞きやすい。これ俺一回これ DVD ついてるやつ持ってたんですけど売ったんですよね。でまた結局今頃になってまた聞きたくなってまた買ったんですけど、メチャロックっていうジャンルで書いてますね。行け行け鬼ピカどこまでも世界を探す二人組、生け捕り全13生生け捕り13曲。これすごいっすよね。なんかこうもうかっこいいっすよね。で受けるのはこう一応歌詞カードがあるっていうのがいきますね。こういうバンドこういうのがなんか結構面白いっすよね。なんかもう何言ってるか分かんない。なんかゲロゲリもなんかサラリーマンビッグコックみたいなのとか、なんかこんなん何言ってるか分かんないよって思うんですけど、歌詞カードちゃんと作ってるとこまた可愛いっすよね。せーのっていうのもありますね。せーのでつってなんか最初こうやって細かく書いてあったんですけど、後半飽きたのか分かんないですけど、なんか書かなくなりましたね。急に飽きたのかな。いや書いてあるの。なんか PV もあるんですけど、アフリランポかなりサイケデリックっていうか、目チカチカして、昔ポケモンのアニメで目おかしくなるみたいなのあったじゃないですか、子供たちが。なんかポケモンフラッシュなんかああいう感じになりそうな PV ですね。で今度紹介しますけど、ズイノシももっとやばいです。あれもなんかかなりサイケデリックな色合いで、なんかグニャ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 っていうアニメーションが激アツな PV でしたね。でアフリランポというバンドを紹介しました。結構有名だから意外とみんな知ってると思うんですけど、今250円とか多分そんぐらいで駿河屋とかで買えると思うんで、聞いたことない人は聞いてみてください。多分 PV とか出てるし、もしかしてライブ映像とかもしかしたら YouTube で見えるかもしれないんで、気になった人はどうぞ。おすすめです。というわけで今回はアフリランポを紹介しました。終わりです。